皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、国民民主党の参議院選挙、公認されていた山尾志織氏の公認取り消しが新馬幹事長から発表されました。これに伴って報道各社も公認取り消しを正式な話として報道しています。今回の動画ではこの関連の話題を解説しておきましょう。まず第一に、今回の公認取り消しが発表された背景には、何といっても先日行われた出馬会見があるでしょう。この出馬会見は、それまで強烈な批判が集まっていた山尾志織氏の政治、政策や不倫問題などに対して明確な受け答えができるか、そういったことが一つ試されていました。ところが出馬会見においては、8年前の対応が未熟であったとして自分自身の問題があったことを認めつつも、実際に何か具体的な質問をされると、いやいや、8年前に全て話したことが事実であり、新たに話すことはありませんと、むしろ回答を拒否する方針を示しました。この8年前の話というのは、山尾志織氏は不倫そのものを認めていません。ですから、認めていないんですから、そのことについて何か反省することは全く必要ないとしました。あくまでも対応が未熟だったと言っているだけです。そして、不倫相手とされる人物の妻が自ら命を絶ったことについても、私は何も知りませんと、むしろ、そんなわけないだろうとみんなが思うような回答を自ら行いました。こういった対応だったからこそ私は前回の動画において、火にガソリンをくべるような出馬会見だったという話をしました。インターネット上では山尾志織氏を擁護する人物は非常に数が少なく、一方で圧倒的だったのが一体何のための記者会見だったのか、会見を行うことによってむしろ状況が悪化したのではないかといった声が多く見られました。そして一夜明けて今日、公認取り消しが発表されたわけです。しかし、公認取り消しが発表されたからといって全てこれで丸く収まるかといえばそうではありません。当然のようにここまでには様々な問題点が積み重なってきました。まず第一に国民民主党の候補者選び、一体どうなってるんだという問題です。候補者を選ぶ時のルートは2つあります。まず第一に、党首脳部らによる個人的なつながり、いわゆるコネによる候補者選定です。国民民主党の玉木代表はインターネット番組などにも数多く出演しましたが、その際に自分が有望だと考える人物に対しては、うちから出ませんかといった話を表立って行っていました。そのような自分から声をかけることによって選ばれた人物というのが今回の山尾志織氏です。山尾氏は出馬会見においても玉木代表から声掛けがあり、それによって自分が国政に戻って少しでも様々なことに自分の力を尽くしたいという話をしていました。ですから、玉木代表、一体どのような基準で候補者を選んでいるかです。今回一番の選定理由として挙げられていたのが、山尾氏との個人的な関係が深く、そして彼女の政治能力が高いと玉木代表は述べていました。しかし、それであるならば、玉木代表の政策スタッフにでも加えれればいい話で、なぜそれを議員としようとするか、そこに一つ問題があります。議員というのはなんだかんだ言っても国民の支持がなければなりません。票が入らなければ当選しないのですから。そして山尾氏の場合だと、今新しく何か問題が起こっているわけではなく、昔から問題がありますよということが見える形でみんなで共有されていたというのがインターネットでの常識です。そしてインターネットでまさに国民民主党の政策が支持されることによって政党支持率は立憲民主党を抜くまでに支持層が広がり、このままいけば少なくとも大きく議席を伸ばして国民民主党の地盤が大きく固まることが期待されていました。ここでの支持は減税政策などを中心とした政策面が評価されたわけです。だからこそ政策面の話で言えば山尾氏の場合だと女系天皇推進といった話がはっきりと打ち出されていたわけですし、それを抑えようとして確認書の提出も求めました。確認書においては党の政策に従うという方針を示したものでしたが、しかしその確認書を提出した後も山尾氏は女系天皇の話をやめようとはしませんでした。確認書が全く意味をなさなかったというのは明らかですし、そのようにして持論が強くある人物に対してはそもそも国民民主党に合わなかったのだという面があります。ですから
候補者選定の段階ですでに間違っていたし、国民からの支持を得られるかどうかといった点について非常に軽視したという問題も残っています。さらには今回公認を取り消したことによって代表自身が選んだ人物に対して玉木代表が何ら説明責任を果たしていないという問題もあります。公認取り消しを発表したのが榛葉幹事長で、それが報道陣に伝えられたというのが産経新聞などで書かれていました。党のプロセスとして公募した人物をみんなが様々検証した上で候補者として選定しましたという人物について公認を取り消すというのであれば、それは榛葉幹事長が取りまとめ役の長として発表するのはおかしな話ではありません。一方で玉木代表が自分で声をかけてねじ込んだ人物であるならば、その人物の公認を取り消すというのであれば、やはり玉木代表自身がなんで公認を取り消したか、その理由について報道陣の前で話すべきだったでしょう。次に、じゃあ今回山尾氏を公認取り消ししたからといって、それで急落した支持率が回復するかといえば、そういったわけでもないと私は思います。先ほども述べたように、候補者の選び方と、その選んだ候補者を結局、党の側から公認取り消しといった形で切り捨てたわけですから、このプロセスのおかしさといったものを問題視する人は当然いるでしょう。さらに、問題視されている候補者は、山尾氏だけではありません。特に医療界隈から非常に強い反発が持たれている須藤元気氏は、未だに公認候補者として残り続けています。須藤氏についても、党の方針には逆らわない、今後はそれに従っていくという話をして、確認書を提出しています。しかし、山尾氏と同様にして、結局根付いている自説については、今後表に出てくる可能性は非常に強くあります。例えばアメリカにおいて反ワクチン活動家と知られるロバート・ケネディ・ジュニアはトランプ政権において保健福祉長官になっています。議会においてワクチンについての話などを聞かれた時には非常に素直に、いやーワクチンって大事ですねみたいな話をしていたわけです。ところが実際に長官の座についた途端にワクチン関連の話については反対の姿勢を示し、ワクチンの諮問委員会のメンバーを一斉にクビにするなど、かなり強権を振るってアメリカの保健行政を後退させようとしています。玉木代表は一人の候補者によって政党の政策が大きく揺らぐことはないとしました。しかし、そうであるならば、原点に戻って、なぜそもそも党の政策と真逆の人物を候補者として立てるのか、そこに大きな矛盾があるわけです。須藤元気氏は、反ワクチン活動家として知られるだけではなく、その他にも反科学的という意味でも医療関係のデマを流していたり、農業関係においても同様にしておかしな話を繰り返し行ってきました。ちなみにこのチャンネルではウクライナについての話をいっぱいしてきましたから、須藤元気氏が日本によるウクライナ支援に反対しているという点についても私は猛烈に嫌悪感を持っています。そしてたとえ一人だけであるならば党の政策に影響がないとしても、もしも当選したらそのような人物に対して多額の税金が給料や経費として使われるわけで、そのことに対する嫌悪感もまた非常に大きなものです。ちなみに須藤元気氏についても党の候補者選定のプロセスからは外れて玉木代表がねじ込んだ話だと言われています。山尾氏と違って須藤元気氏の場合だと自分から玉木代表に対して出馬したい旨を申し出たということで、やはりここでも個人的なつながりをもとにして候補者が選ばれています。私が思うに、党の公認候補者選定は、そもそも党の政策といったものを十分理解し、その思いに共感できる人物から候補者を選定するべきだと思います。昔から顔なじみだったからであるとか、有名人だからといったような安易な候補者選定はやめるべきでしょう。そういった候補者の選び方はまさに国民の中からもういい加減やめてくれよと思われているからこそ政治に対する関心を失う人が多いのです。国民民主党は山尾志織氏の公認取り消しを行ったのですから、今度は須藤元気氏についても公認を取り消して政党の政策を一番に考えた活動をしていってほしいものです。あなたは今回の一件についてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。